H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり。海外には都市伝説や超常現象の怖い話がたくさんあります。例えば、エリア51は実際にはエイリアンの基地です。モアイ像は巨人によって建てられました。プラハには時空への扉である城があり、今でも超自然的な存在が存在します。欧州からも事件が相次いでいる。チェコ共和国にあるフスカ城は多くの伝説が残る場所です。番組プロデューサーが現地に取材に行ったが、テレビ局の都合で番組は放映されず、ハスカのことはすべてテキストファイルに書き記された。カシロは地獄への門を塞ぐ要塞だという人もいます。古代にはそれを鎮圧するために兵士が派遣されました。すべて壁に描かれています。今朝を着た僧侶に襲われた人もいたが、僧侶には顔がなかった。これは時空への扉だという人もいます。時間と空間を旅する。古代の詩人たちがスマートフォンを手に持つことを夢見ていたことを想像できますか？それは夢であり、それを記録した原稿が残っています。ハスカ城で一体何が起こったのでしょうか？一人称で語ることができる。私は番組プロデューサーです。フスカ城の地獄への入り口は、砦内の教会の下に隠されていると言われています。今日に至るまで、この伝説に直接答えることはできませんが、それを知るために、私たちのプログラムチームは徹底的に調査することにしました。この日はハスカ城とその周辺に到着しました。自然の障壁のない湿地と森林が広がる広大な地域です。私の過去の経験によると、城の多くは外敵からの防御や行政目的で使われています。しかし、この城は人口がまばらで、ましてや貿易キャラバンや幹線道路があるため、軍隊を駐屯させるのにも価値がありません。はっきり言って、ここのお城の窓は実は偽物です。これはただの意味のない建物です。一体なぜ窓は偽物でなければならないのでしょうか？入ってみて知りませんでしたが、城は4、5階建てなのに中には階段がありませんでした。他の階に上がるにはロープの助けを借りなければなりませんでした。その隣には選手たちが休むための選手ラウンジがありました。これは完全に非論理的でした。ここは城というよりは大きな牢獄と言った方が良いかもしれません。守るとはどういう意味でしょうか？綿密な調査と周囲の聞き込みにより、時空を超えた手がかりなど、説明できない多くのことを発見しました。ハスカ城の教会は最も古い建物で、建設されてから700年間全く変化がありません。一番の証拠は壁に残っている壁画です。しかし、私の過去の経験によると、教会の壁画のほとんどは美徳を称賛する神聖な場面です。しかし、この教会の絵はかなり奇妙です。足を踏み入れて最初に目にしたのは、上半身は人間の下半身でありながら4つの蹄を持つ生き物が描かれた壁画です。右手に弓を持ち、左手で目の前の人間を狙う。これはサタンですか？それともケンタウロス？続いて最大の壁画が登場。それは天使の剣を片手に悪魔を踏みつける大天使ミカエルでした。あまりにも古いため、壁画のインクは褪せている部分が多いが、ぼんやりと確認できる。これは説明され、語られるべきものです。なぜみんなこの教会を建てたのでしょうか？城の教会内には底なしのイニシエイドがある。この井戸を見つけたかったのですが、見つかりませんでした。私たちは地元の人に尋ねましたが、地元の人はその古い井戸を開けないでくださいと言いました。地獄への門を封じたのは古代の井戸だった。中には半人半ば獣の悪魔が封印されている。悪魔はバフォメットに似ています。巨大な洞窟の底に住む半人前の獣の悪魔。そして彼は黒い翼を持つ悪魔や悪霊のグループと一緒に暮らしています。地元の人たちはこう言っています。もしかして彼らは絵の中の幽霊について話していたのでしょうか？ついにイニシエイドを発見することに成功しました。この古い井戸は底なしのように見えました。むやみやたらに石を投げる勇気はなかったし、環境にダメージを与えたくなかった。
しかし、イニシエイドの前に鉄柵があるのはかなり奇妙だった。私たちは村人たちを訪問しましたが、恐ろしい目で見られました。伝説は次の通りです。昔々、ある公爵がこのイニシエイドに悪魔がいると聞きました。この不可思議な事件を調査するために、彼は終身刑の囚人を見つけ、もし巨大な洞窟に潜って調べてくれるなら、犯罪者として自由を与えると告げた。同意した後、公爵はすぐに人を送って囚人をゆっくりと下ろし、犯人に話し続けて以下の状況を知らせるように頼みました。最初は順調に進んでいたが、中盤まで進んだところで犯人が鋭い叫び、声を上げ始め、大きな力でロープを引っ張ったことは誰にもわからなかった。公爵は犯人を引き上げるためにすぐにさらに人員を派遣した。しばらく引っ張ると、強い突然引っ張る力がなくなり、彼らは囚人を引き上げました。囚人が引き上げられた後、誰もが怖くなった。3歳くらいの男性はびっくりしていました。10歳の男は憂鬱な老人に変わり、髪は真っ白になった。彼は悪魔について叫び続けました。公爵は彼に何を見たのか尋ねる機会がありませんでしたか？彼は突然亡くなりました。同様の実験が数回行われました。人々は気が狂ってしまうか、突然死んでしまうのです。巨大な洞窟の悪魔の伝説は今日まで語り継がれています。飛鳥城は本当に悪魔を追い払うためのものかもしれないと思います。城は行きました中に入ると地下室があります。この地下室は地元の人々から悪魔のオフィスと呼ばれています。伝説によると過去には囚人を拷問するために使用されていました。この地下室で最も有名なことは顔のない国威の憎悪者が住んでいることです。彼は数秒後に突然あなたの前に現れます。地下室の隅に姿を消し、私たちはカップルを訪ねました。そして彼らは言いました。その日、私たちが城を訪問していた時、突然下の階から大きな音が聞こえました。妻が振り返った時、2人の黒い人影が見えました。彼はゆっくりと地下室に入ってきて、それから急いで私に言いました。私たちが横に歩いていくと、2人の男は暗闇の中に立っており、はっきりと見えませんでした。しかし、彼らが何を話しているのかははっきりと聞こえました。彼らは若い女の子たちを拷問して殺す方法について話し合っていた。驚いていると、ローブを着た男が目の前に現れた。彼は斧のような道具を持って私たちに向かって突進し、私たちを殺そうとしました。私たちはびっくりして逃げ始めました。その時初めて私たちは振り返った。気がつくと何もなかったが、窓辺に影があった。私たちを見て、そう言うと夫婦の手が震え始めました。彼らは私に写真を見せてくれました。写真では窓辺に黒い影がありました。もしあなたが写真が偽物だと言うなら、このカップルの手の震えは絶対に真実だと言えます。彼らの言っていることは真実だと感じます。番組チームからの予期せぬ出来事。この原稿は有名なチェコのロマンチックな詩人カレルによるものです。マハールは友人に手紙を書きました。その手紙には彼が遭遇した信じられない出来事が記されていた。それが本当か嘘かは各人の判断に委ねられています。内容は以下の通りです。カレル。マハ1836旅のために一泊しました。飛鳥城の隣にある戦士のラウンジで夜眠っていた時、夢か何かかわかりませんでした。まるで魂が体から抜け出して地中に深く落ちていくような感覚がありました。ゆっくりと深くて暗い場所を通り抜けました。洞窟の終わりに到着すると、辺りは明るくなり、信じられないほどの景色が広がっていました。ここは地獄ですか？じゃあ大きな建物や説明のつかないあらゆる種類の機械をたくさん見ました。空には魔法の大きな鳥が飛んでいた。地上には次々と馬車が走っていました。それらを見て、ここは間違いなくプラハだと確信しました。しかし、なぜ私が想像していたプラハと違うのでしょうか？私が育った場所がどうしてこんなことになってしまったのでしょうか？
突然、奇妙な服を着た小さな女の子が手に小さな箱を持って頭を下げてやってきました。私は彼女に、ここはどこですかと尋ねました。少女はいぶかしげに私を見て小さな箱を見せました。2010年と書いてありましたが、ここは170年以上後のプラハでしょうか？それから少女は私に小さな箱の中身を見せました。小さな箱にいろんな模様が現れるなんて信じられないです。少女自身さえも箱にはっきりと現れることができました。私は突然目の前のすべてを見て唖然としました。私は暗闇の衝撃で目が覚め、すぐに夢の中で見たものを書き留めました。もしかしたら私が頭がおかしいと思っているかもしれないが、飛鳥城にはきっと何かが隠されているはずだ。この原稿はこんな感じです。この奇妙な事件の後、マハールはさらなる検証を行う前に、その年の11月に亡くなり、わずか25年の短い生涯に幕を閉じた。また、ドイツは第二次世界大戦の終戦とともに完全に撤退した。チェコ公門が占領した地域では、城には神秘的で巨大な神秘的な力があると考えられ、ナチスの衛兵が今も城に駐屯している。この力を理解して活用することができれば、悪魔の力を持った兵器が開発される可能性がある。ナチスの兵器や時間と空間のポータルを使って未来を変える実験の結果がどうなったかはわかりませんが、一部の生存者によると、ナチスがフスカを占領した時、しばしば恐ろしい音や奇妙な光景がそこから聞こえてきました。城。第二次世界大戦後、人々が戦後、故郷の清掃を始めた時、フスカ城のアトリウムに3人のナチス親衛隊の遺骨が埋葬されているのを見つけて驚きました。3人の遺体は変死した。彼らはそれぞれ恐怖を感じて3人のナチスから離れたように見えました。兵士の本当の死因は、飛鳥城の未解決の謎の一つとなっている。私はこの番組のプロデューサーです。私が言いたいのは、これらの飛鳥城にはどんな秘密が存在するのかということです。飛鳥城には時空への扉があるのでしょうか？城が公開されているので、実際に体験できるはずですが、恐ろしい時刻層や時空の門を体験できるかどうかは保証できません。多分誰かがすでに飛鳥城に行ったことがあるでしょう。あなたにとって興味深い情報です。観客の友人たちは、壁の壁画には勇敢な戦士が悪魔を倒し、魔術師たちと共に悪魔を教会に封印している様子が描かれていると考えています。私はそれが真実であると信じていますが、この原稿の説明はあまりにも明快で、スーパー SF 映画のように感じられるため、実際には信じていませんが、将来的には私たちは皆、のび太のように過去と未来に旅行できるかもしれないとも信じています。あなたはどうですか？ビデオを見た後どう思いますか？メッセージを残して私と共有してください。今日の話はここまでです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。下にスクロールして読んでくださいからまた次回。